空手日本代表の多田野彩香です。今日はスペシャルゲストに来てもらってます。どうぞー。空手道場多田野彩香です。違うか自分いや、うち道場持ってないからの植草です。よろしくお願いします。めっちゃ面白い。彩香の真似をしすぎた。初コラボさせていただきます。イエーイ。私たち高校一緒でナショナルチームも一緒にやってきたので、私はお姉ちゃんだと思っていつも助けてもらってるので切開しちゃうんだよね。食べ物くれるしそんな感じで結構いろいろね、お互いやらかしながら支え合いながら生きてます。今日は私一番下の階級、あゆみ先輩一番上の階級でナショナルチームとかであんまやることないんですけど、日本の大会だと割と全日本とか階級関係なかったりするので、そういう時に小さい人が大きい人に勝てる方法何かないかなって、それを大きい人に聞くのがやっぱ一番いいかなって。やられて嫌なことだね。それを教える。はい、お願いします。絶対みんな知りたいと思う。絶対これもう神回だよマジで。だってさ、小学校もさ、やっぱ身長差ね、ちっちゃい子もいるし、大きい子はね、めっちゃでっかいじゃんみたいな。そうじゃあどちらかというとずっと大きく生きてきた人だからずっとちっちゃく生きてきた人でも海外行ってやっぱり小さい人の気持ち、ちっちゃい人ってどうやって勝負しなきゃいけないんだろうっていうのを分かったから、そこも踏まえてやっていけたらなって思います。お願いします。お願いします。サウスポーと虐待でもやっぱ違いますよね。全然違う。全然違うんですよね。ね、サウスポーの巨人って怖くない？嫌だ。そうか、あやかからしたらサウスポーの巨人かも。そう逆の巨人でこうだから懐はね、ここが長く感じるから。もう本当にどこからどう入ろうっていうのがあって、やっぱ蹴りしかないかなとか、蹴りでちょっとこうやってピョンってやるしかないかなって思っちゃうけど、それは結局決めにならないから結局そこをで刻みがね、一番いいよね。そうなんですよ。決めに行く時ってどうしても中に入っていかなきゃいけないってなると、このまま入ったらもう確実に手の長さもう短いからやられるんですよ。サウスポーって大体こう待ってるもんね。そう待ってきたとこ、こっちみたいな感じが多いから。逆にあゆ先輩がじゃあこれをやってから来たらなんか嫌だなみたいな。シンプルにあやかさ、結構プレッシャーかけてくる、詰めて中断するじゃん。それは嫌だな。こっちは大きい人としては来ようとして近いところにボーンって手前を狙ってるから、そこに対してボーンって来られるのがシンプルなやつでは一番嫌だ。なるほどね。確かに。でもここでこっちに入り込まれちゃったらもう勝ちだから。大きい人からしたらめちゃめちゃ嫌ですよね。確かに。これだからあゆみ先輩も中段突きを極めていったんですか？そう海外で取るにはやっぱり上で勝負しちゃうとあやかと一緒で、上からいくからやっぱりこれが外人さんも強いから、でやっぱり詰めてバーンって中段になったのかな。確かに。それが結局一番使えるっていうシンプルな技だけど使える、一番使えますよね。あとは大きい子って自分が取れると思ってこう勝負するじゃん。それに対してちっちゃい子ってちゃんとこうさばいてくる。バーンで見切ってで最後結局また大きい子が大きくいこうとした時に中段だったりとかワンツーだったりとか、そういう大きい人の失点パターンっていうのが絶対モーションが大きくなるところと、やっぱり小さい子に比べたらのそのそ動くから、おーっていう絶対モーションが何かこう大きいから、そこに対してちゃんとバーンって取れるのが小さい子の距離がやっぱ縮めづらいかったりするんじゃないかなと思ってて、私は結構ググググっていったりとかするんですけど、前の手押さえてとか、多分前の手押さえられるのも大きい人からしたらね、こっちが見たいんだよね。そう、これを逆の構えだったらこれができるけど、こっちになるとじゃあ逆好きだから、多分もうそうですよね。やっぱ飛ばしに行くよね。
しになってても潰せるって自信がやっぱり背高いし、やっ確かにぱりここでもし相手が返したとしても、その後ここで確かに使っちゃえば、技としてはなしになっちゃう。蹴り来たとしても、ブルッできちゃうから。そしたらなんかこっちはペイントしてで相手がクッてなった瞬間をやっぱ狙うしかない。やっぱりね、グイグイ来る子ってうちも重量級で試合するとグイグイ来る子に対してこう下がっちゃうとどうしても押されちゃうから。確かに。だからもうちゃんとそうこう下がっちゃうともう来たーって入っちゃうから下がりながらもそこにちゃんと出花取られるように狙ってた方がそうか。そしたら中断。バーンってもうこの状態になったらもうダメですね。体勢がこれになったらもうアウトです。しっかり打てる状態にしながら下がると相手からしたらにキューッと思わせることも大事だし、大きい人にはそれこそ出させるっていうのが結構手ですよね。そうだね。出さないで待ってる人に打っていったら危ないから攻撃が好きな重量級の子だったら多分今のでいいけど、間違って好きな重量級、じれったい試合になっちゃうけど、そこで勝負したいって自分の試合展開を持っていってしまうと、やっぱ完全に返されたりとか、蹴りもらったりとかそういう流れになってしまうから、もうハミデとかサウスポーの巨人だから本当は勝負したいけど適当に勝負したら絶対やられるっていう話があるから、結局こうグワーって行き過ぎないで落ち着いてやっぱ見てで相手が動くタイミングを狙って、っていうのが一番ベストなパターンかなと思うので、いろいろあるけどね、いろいろな入り方はあるけど、でもやっぱり相手に出させるっていうのはめちゃくちゃ大事ですよね。やっててでもあるかはどうなの？大きな子に対して好きな入り。私はでも結構詰めて相手にこう出させるような、そう引き込んで、これでもそれこそ大きくても来た手をこう押さえてこのまま入ったりとか、それで大きい子にも結構これ、なんだっけこれ開始この線でもそれって彩香がちゃんと前にこうプレッシャーをかけてるから生きる技だよね。引くだけでもう入り込まれちゃうから、詰めることによって相手も攻撃したくなるし、でも怖いんですよねちっちゃい人怖いんですよね、詰めるのやっぱ。だからこそもう何回もやるのが大事だし、このね、自分の中のフィーリングというか感覚を覚えることが大事だから、相手によっても違うし、めっちゃ伸ばしてくる人もいるし、でここを狙ってきてる人もいるし、だから相手によっても違うからこうちょっとずつそのタイミングで入るっていうのがめちゃめちゃ大事なので、経験もすごく必要ですよね、やっぱ。今ね、練習試合の子供たち結構いっぱいやってるから、それはすごいなって思う。でもやっぱりね、自分の道場でやったことをその外でやってみて、自分のこの感覚合ってたんだ、間違ってたんだ。でもそれはね、先生とかに聞いて間違ってはない、ただ今のは近すぎたのかとか遠すぎたのかとか、そういう判断をするってことがすごくその自分の経験値を積むってことが、空手ってテクニカルな競技だと思ってるから、筋力が強い、走りが速いで強いわけじゃない、それを子供とかが学んでいくことが大事かなって私は思います。はい、ありがとうございます。貴重な意見貴重な意見ありがとう。何がそれめちゃめちゃラッキーっすよ、みんなマジでいや本当に、大きい人なりの嫌なことあるし、ちっちゃい人はちっちゃい人なりの嫌なことあるから、そう嫌なこと探り合いゲームみたいな騙し合い。そうなんか大学生の時とかもやりましたもんね。やった、めっちゃやったなんで相方こんなんやるんだろうってぐらい、ね、実業団も同じ会社だったのにやったし、その試合の解説は、私の方の YouTube で彩香とやるんでやります。ぜひ見てください昔の試合、そう懐かしいね、先輩のチャンネルで見てくださいはい、今日はじゃあ大きい人が嫌だなって思うような、入り方をあゆみ先輩に教えてもらいました。はい、またいろいろな技を一緒にやっていきたいなって思います。はい、よろしくお願いします。お願いします。ではありがとうございました。バイバイ。